日本の大学入試における特別選抜は絶対評価で行われます。今回の動画では前回にお話ししました評価方法の内容と私立大学外国人入試全般のお話、そして志望校選びについてお話ししたいと思います。まずはこちら。大学入試での評価判定方法は2種類あります。相対評価と絶対評価です。相対評価とは、集団内での相対的な位置づけによって合格不合格を判定する方法。それに対し、絶対評価とは、個人個人、一人一人の評価によって合格不合格を判定する方法のことです。言葉で説明するとこの通りですが、いまいちピンとこないと思いますので、わかりやすく具体例を出してご説明します。まずは相対評価。相対評価では試験を行います。そしてその試験結果を点数ごとに順位をつけて並べます。その順位の中でボーダーラインを決めます。そのボーダーラインより上の人を合格にします。これが相対評価による合格判定です。それに対して絶対評価。絶対評価とは点数の順位関係なしに一人一人チェックしていく評価方法です。外国人入試で言うなら、出願書類の志望理由書の志望理由、小論文試験の回答内容、それらを大学のアドミッションポリシーと照らし合わせて判断します。また、書類上の問題、例えば、日本語学校での出席率や学歴、経費支弁関係、在留資格などを確認します。そして、それらの内容を面接試験でさらに確認し、一人一人の人物を判断していきます。これが絶対評価です。絶対評価とは、一人一人の人物を見ますから、当然、日本語のコミュニケーション能力が重要になってきます。この日本語での面接一つで、一発合格、不合格が決まってしまうのです。大抵の外国人入試の場合、これら相対評価と絶対評価を組み合わせて判定します。また、留学生の場合、在留資格なども関係してくるため、通常、最終判定は絶対評価で行います。どんなに成績が良くても、在留資格が下りなければ、留学することはできませんから。では、以上のお話を踏まえて、具体的な評価判定の例を見ていきましょう。国公立大学及び難関大学では、最初に出願条件をクリアしなければなりません。この判定は、日本留学試験も英語の外部試験も何点以上という条件ですので、一種の相対評価だと言えるでしょう。そして出願条件をクリアしたら出願となり、その出願者が個別試験を受験します。個別試験の評価は大学によります。日本語の試験といっても上位大学では国語型がほとんどですが、この個別試験では点数をもとに相対評価が行われる大学が多いです。そうでなければ試験の意味がありません。これに対し、小論文試験など、学生個人の思考力、判断力、表現力を見られるような試験では、絶対評価が用いられます。そして、それらで絞った受験生に面接試験が行われ、最終的に絶対評価で判定されるのです。これに対して、一般の私立大学では、出願後、個別試験を実施する大学、そのまま直接面接試験を行う大学など、様々な方法で選考されます。個別試験では、相対評価と絶対評価、それぞれ大学によって違いますが、一般大学の場合、倍率の高い大学学部では、相対評価が用いられ、面接試験の段階では、すでに合否が決まっている大学もあります。もちろん、面接試験を重視する大学では、試験結果も踏まえて絶対評価で判定しています。また、それぞれ書類選考の場合、出願できるかできないかで振り分けられ、その後書類選考でも大学によって相対評価、絶対評価を使い分け、面接を行う大学では、その一人一人の人物を審査し、最終的に絶対評価で判定します。ただ、直接受験生に会って話をしない書類選考の場合、特に日本語学校での出席率、
また在留資格といった学力とか日本語力以前の部分にチェックが入りやすいです。これが外国人入試の一般的な判定方法です。では、これら評価判定の例を踏まえて、私立大学のランクごとの傾向と対策を見ていきましょう。まず、傾向ですが、難易度をもとに大きく3つのグループに分けてご説明いたします。1つ目は難関大学、2つ目は一般大学、そして3つ目は不人気大学です。難関大学は前回の動画でお話しした通りです。まず出願制限があり、そしてその際、英語の外部試験が必要になってきます。2つ目の一般大学には、出願制限がある大学とない大学があり、共に英語の試験がない大学を、ここでは一般大学に含めています。一般大学では、出願後の倍率が高倍率になりやすく、倍率の高い大学では、個人の日本語能力より、大学で受験した個別試験の成績が重視され、合否判定される傾向があります。3つ目の不人気大学ですが、これは出席率が良く、日本語さえできれば誰でも合格できる大学です。ここでポイントをお話しします。実はこの3つのグループですが、このように、ここで大きく分かれてしまうのです。英語の試験があるかないかで全く違う入試、別世界の入試、最近流行の言葉で言うなら異次元の入試となってしまうのです。この点についてご説明いたします。まずこちらの2つの表をご覧ください。左側が日本に在留する外国人留学生の国籍です。日本の近隣諸国、アジア地域からの留学生が多いです。それに対して右側の表、こちらは日本人の学生が海外へ留学する際の留学先の国々です。日本人の留学生はお隣の韓国が2位に入っていますが、上位はアメリカとカナダ、イギリスが入っています。そう、英語を学びに留学する日本人学生が多いのです。そして以下フランス、ドイツ、オーストラリア、スペインなどヨーロッパやオセアニア地域へと留学していきます。これでお分かりいただけるかと思いますが、日本に留学してきた留学生たちの国へ留学する日本人学生はほとんどいないのです。実はこの傾向は世界どこの国でも同じで、お金があれば英語を学びに遠く欧米圏へ留学するという留学生が大勢います。日本に在留する彼ら留学生たちの国でも同じで、それをわざわざ留学先に日本を選んだということは、日本語を学びに来たのであって、英語を学びに留学しに来たわけではないのです。つまり、彼らは日本語学校で日本語を学んでいるのです。実は、海外から日本へ留学するには2つのルートがあります。1つ目は、海外から直接日本の大学へ留学するルートです。このルートでは、国費留学生の受け入れ、交換留学、また単位互換制度を設けるなど、様々な方法で世界中から留学生を直接受け入れています。そのため、留学してくる留学生たちの国籍も様々です。もう一つのルートが、大学などへ直接入学するのではなく、一度日本国内の日本語学校へ入学し、そこで日本語を学んでから大学へ進学するルートです。こちらのルートでは、まず日本語学校に入学し、日本語教育の参照枠、いわゆるセファールの B1 以上の日本語コミュニケーション能力を身につけ、私費外国人留学生特別選抜を受験し、大学へ進学することになります。こちらのルートでは、日本語学校が募集する国からの留学生たちが中心で、国籍に偏りが出てきます。しかも、留学先に日本を選んで日本語学校で日本語を学んでいますから、英語など二の次となり、大学側が外国人入試に英語の試験を課した時点で大きな差が出てしまうのです。日本にいる留学生のうち、かなりの留学生は英語が苦手で、進学先を選ぶ際、まず英語の試験があるかないかで選びます。その傾向が実はダイレクトに大学入試難易度に影響を与えてしまうのです。外国人留学生の大学入試を英語の試験の有無で見てみましょう。左側、こちらを英語が必要なグループ。右側、こちらを英語が不要なグループとして、
中央はどちらにも属さない独自入試を行う大学とします。英語の試験を課す左側の大学の難易度トップは、やはり不動の大学です。以下、前回の動画で紹介した大学が続きます。そして、一般大学の中でも英語の試験を課す大学学部は、こちらのグループに属し、出願の段階で難易度が高くなってしまうのです。出願の段階で受験生の数を絞りますから、出願後の試験では絶対評価で一人一人の人物をじっくり判定する入試が実施されます。それに対して右側、こちらは日本人受験生の中でもそれなりに知名度のある学習院大学、明治学院大学の難易度が高くなり、続いて一般大学の難易度が続きます。また、この一般大学でも日本留学試験のみ認めている大学の入試は難易度が高くなる傾向があります。そして日本留学試験も日本語能力試験もどちらでも出願を認めている大学の難易度は低くなるのが理屈ですが、留学生同士の情報伝達により倍率的に難易度が高くなる傾向があります。そしてその下に不人気大学が続きます。こちらが英語の試験のないグループです。お話ししているように、英語の苦手な留学生が殺到するため、倍率が高くなる傾向があり、他のグループに比べて受験する留学生の国籍も偏りがちになります。英語の試験があるグループの方は、比較的国籍の分散が見られますが、日本に在留している留学生の国籍比率に対応した分散といった程度です。このような状況から、英語試験の有無によって、別世界の入試、一元の入試となってしまうのです。なお、くどいようですが、特別選抜の方法はその年の状況によって変わることがあるので、出願前には必ず調べるようにしてください。それでは、実際にどのように試験対策をすればいいのでしょうか。時々、上位大学の方が簡単だとか偏見を抱く方がいますが、大学入試をバカにしないでください。偉そうなこと言う前に、まずどこの難関大学でもいいですから、出願条件をクリアしてみましょう。前述の通り、難関大学では、まず出願できるということが大条件で、この段階ですでに相対評価で合否判定されているのです。この点をしっかりと認識しましょう。出願できて初めてスタート時点に立てるのです。また、個別試験も、日本語能力試験と見間違えるような日本語型試験は行いません。日本人が受験する現代文、いわゆる国語型試験が行われ、その評価は相対評価となります。一方、小論文試験なら、その内容、思考力、判断力、表現力、さらには多様性が評価される絶対評価で判定されます。そして、最後の面接試験。その面接試験では、あらかじめ暗記した質問の答えを答えるだけでは、合格はできません。しっかりと日本語コミュニケーション能力を高めておきましょう。そして、一般大学ではお話の通り、まず英語の試験がないということで、全く別世界、異次元の入試となってしまいます。英語の試験がない一般大学の入試では、漢字圏の留学生が有利となり、個別試験の点数で激しい争いが起きるのです。その結果、日本語能力以前に試験の成績が最重要となります。高倍率の大学では英語どころか日本語さえどうでもよく試験の成績が重視されます。面接試験でも参考書や動画でも公開されているような面接必ず聞かれる5つの質問みたいなやつの質問の答えを丸暗記してそれを答えるだけで十分に合格できるのです。よってまずは人気倍率と過去問題の傾向で出願者自身に合っているかどうかを確認する必要があります。そして出願が可能であると判断したら過去問題を研究し、その傾向に合わせた学習を進めるようにしましょう。で、最後の不人気大学は何度も言いますが、日本語さえできれば誰でも合格できますので、日本語をしっかりと頑張ってください。それではまとめとして志望校選びについてお話しします。まず、英語ができて日本留学試験で高スコアを出した留学生は国公立大学及び難関大学を目指すことをお勧めします。次に、英語ができなくても日本留学試験で高スコアを出した留学生は
上位大学のうち英語の試験がない大学を目指すことをお勧めします。そして英語ができず、とりあえず日本留学試験を受験した留学生は出願制限のない大学を探すようにしましょう。以上が志望校選びのおすすめです。そして英語ができようができまいが日本語能力試験しか受験していない留学生は日本にある805校の大学の全3479学部の中から日本語能力試験で出願できる大学を探すようにしましょう。他の動画で言ってきましたが、日本の大学に進学するには日本留学試験が大切で、特別な場合に他の日本語検定試験で代用できるようになっています。ですので、日本留学試験を受験しなかった段階で、大学の外国人入試ではすでに不利になっているのです。長くなりましたが、最後にもう一度、私費外国人留学生特別選抜は絶対評価が基本となっています。ですので、日本語コミュニケーション能力を磨くようにしましょう。